青い山の三人の姫。昔々、あるところに王様と女王様がいたが、子供がいなかった。二人はそのことをひどく気に病んでいて、楽しい時などほとんどなかった。ある日、王様が中廊に立って広い牧草地や自分の領地を見渡していた。けれどもこの全てを楽しむ気になれなかった。自分の代が終わった後、これがどうなるのかわからなかったからだ。そんなことを考えていると、年老いた小敷の女がやってきて、どうかお恵みをと頼んだ。お辞儀をしてから、王様がどうしてそんなに悲しい顔をしているのかと聞いた。お前にどうにかできることではないよ。と王様は言った。話しても無駄だ。そうでもないかもしれませんよ。と小敷の女は言った。運が巡ってくれば大したことはいらないものです。王様は世継ぎがいないことを嘆いておいでですね。でも嘆くことはありません。女王様に3人の娘が生まれましょう。ただし、くれぐれも気をつけて、3人とも15になるまで外も空の下に出してはなりません。さもないと吹雪がやってきてさらっていきますぞ。時が来て、女王様は美しい女の赤ん坊を産んだ。次の年にもう一人、3年目にもまた女の子が生まれた。王様と女王様は何とも言いようがないほど喜んだ。けれども王様はとても喜びながらも、城の門に番兵を立てて姫たちが外に出ないようにすることを忘れなかった。姫たちは成長するにつれて美しくなり、何もかもうまくいっていた。ただ一つ残念だったのは、他の子供たちのように外に出て遊べないことだった。どんなに父母に頼んでも、番兵に懇願してもダメだった。3人とも15になるまでは外に出てはならなかったのだ。さて、ある日のこと、一番下の姫の15の誕生日までもうわずかという頃だった。王様と女王様は馬車で出かけていて、3人の姫は窓辺に立って外を眺めていた。お日様が照っていて、何もかもが青々と美しく、どうしても外に出たくなった。何が起きても構わない。3人がかりで番兵に頼み込んだ。庭に下ろしてほしいと。こんなにポカポカと気持ちの良い日に雪なんか降るわけがないでしょ。番兵も確かにそうは見えないと思った。行くなら行ってもいいが、ほんの一瞬だけだ。自分がついて行って見張る、と番兵は言った。庭に降りると、3人はあちこち走り回り、花や緑の葉を膝いっぱいに集めた。見つけられる限り一番きれいなものを摘んだ。もうこれ以上持てないというところで家に入ろうとしたその時、庭の向こうの端に大きなバラが咲いているのが目に入った。これまで摘んだどの花より何倍もきれいだった。あれも摘まなくては。ところがバラに手を伸ばしてかがみ込んだその途端、大きな濃い吹雪がやってきて3人をさらっていった。国中が大きな嘆きに包まれた。王様はあらゆる教会で触れを出した。姫たちを救い出した者には、王国の半分と金の冠、そして3人の姫のうち好きな姫を与えると。王国の半分に姫までもらえるのだから、名乗りを上げる者が大勢いたのは言うまでもない。身分の高い者も低い者も、国中あちこちに出かけていった。けれども姫たちを見つけた者も、手がかりをつかんだ者も、一人もいなかった。お偉方や金持ちがみんな出かけた後、大尉と中尉が一人城にやってきて、自分たちも試させてほしいと言った。王様は2人に金銀をたっぷり持たせて旅の無事を祈った。それから1人の兵士がやってきた。城から少し離れた小さな家に母親と2人で暮らしていた。ある夜、自分も姫たちを探しに行く夢を見た。朝になっても夢のことを覚えていて、母親に話した。何か取りつかれたんだろう。と母親は言った。でも3晩続けて同じ夢を見なけりゃ大したことじゃないよ。次の2晩もまた同じ夢を見たので、兵士はどうしても行かなければならないと思った。体を洗って軍服を着て、城の台所に出かけた。大尉と中尉が出発した翌日だった。帰った方がいいぞ。と王様は言った。お前の手には届くまい。それにこれまで散々金を使ったので、今日はもう残っていないのだ。出直してくるがよい。行くなら今日行かなくては。と兵士は言った。金はいりません。水筒に一杯の酒と杯能にいっぱいの食料があれば、ただし杯能にはたっぷり肉と塩漬け肉を担げるだけ詰めてください。それだけで良いなら構わない。兵士は出発した。何にも行かないうちに大尉と中尉に追いついた。どこへ行くのだ？と大尉が軍服姿の男を見て聞いた。姫様たちを探しに行くところです。と兵士は答えた。俺たちもだ。と大尉は言った。同じようなら一緒に行くがいい。俺たちが見つけられないのに、お前に見つけられるはずがないからな。しばらく行くと、兵士は街道を外れて森の小道に入った。どこへ行くんだ？
と大尉は言った。街道を行くのが一番だ。そうかもしれませんが、俺はこっちの道を行きます。と兵士は言った。兵士が小道を進んでいくのを見て、二人もついていった。どんどん奥へ、広い荒れ野を越え、狭い谷間を抜けていった。やがて辺りが明るくなり、森をすっかり抜けると、長い橋に出た。渡らなければならなかったが、橋の上に熊が立ちはだかっていた。後ろ足で立ち上がって近づいてきた。食い殺そうとしているかのようだった。どうする？と大尉が言った。熊は肉が好物だそうですよ。と兵士は言い、肉の前足を一本撫ねてやった。熊がそれに食いつく間に三人は通り過ぎた。ところが橋の向こう端に着くと、今度はライオンが口を開けて吠えながら向かってきた。丸ごと飲み込もうとしているかのようだった。引き返した方がいい。生きて通れるものじゃない。と大尉は言った。そう恐ろしくもなさそうですよ。と兵士は言った。ライオンは塩漬け肉が大好物だそうです。俺の肺嚢に豚が半頭分入っていますから。そう言ってハムを一つ撫ねてやると、ライオンはかじりついた。その間に三人はここも通り過ぎた。夕方、立派な大きな屋敷に着いた。どの部屋も前の部屋より豪華で、見るものすべてがキラキラ輝いていた。けれども腹の足しにはならなかった。大尉と中尉は金を出して食べ物を買おうとしたが、人の姿はなく、家中探してもパンくず一つ見つからなかった。兵士が肺嚢の食べ物を分けてやると、二人は遠慮するどころか頼まれるまでもなく、生まれて初めて物を食べるかのようにガツガツ平らげた。翌日、大尉は漁に出て何か食料を調達しなければならないと言った。屋敷のすぐそばに大きな森があって、ウサギや鳥がたくさんいた。中尉は地に残って兵士の肺嚢に残った食料で料理をすることになった。大尉と兵士は獲物をしこたましとめて担いで帰るのがやっとだった。戸口に着くと中尉がひどいありさまでやっとのことで戸を開けた。どうしたんだ？と大尉が聞いた。中尉が語ったところによると、二人が出かけてすぐちっぽけな小さい男がやってきた。長いひげを生やして松葉杖をついていた。哀れな声で一銭恵んでくれと頼むので渡してやると、床に落としてしまい、松葉杖でかき回してビローとするのだがどうにもならない。体がカチカチに固まっているのだ。かわいそうだと思って。と中尉は言った。かがんでビロってやろうとしたんだ。そしたらあのじいさん、ちっともカチカチじゃなくなった。松葉杖でボコボコに叩きのめしやがって、俺は指一本動かせなくなった。恥を知れ。大野将校ともあろう者が、足の悪い老人にぶちのめされて、しかもそれを人に話すとは。と大尉は言った。かん。明日は俺が残る。そうすれば話は違ってくるさ。翌日は中尉と兵士が漁に出て、大尉が残って料理と留守番をした。けれども大尉の運も中尉より良くはなかった。しばらくするとまた例の老人がやってきていい銭くれと言った。受け取るとまた落として見つからないから拾ってくれと頼んだ。大尉は何も考えずにかがみ込んだ。ところが膝をついた途端、老人が松葉杖でボコボコに叩き始めた。起き上がろうとするたびに一撃食らって倒された。夕方みんなが帰ってきた時、大尉はまだ同じ場所に倒れていて、目も見えず口も聞けなかった。3日目は兵士が残り、他の2人が漁に出ることになった。大尉は気をつけろと言った。あのじいさんにすぐやられるぞ。あんな年寄りにやられるようじゃ大した命じゃないですよ。と兵士は言った。2人が出ていくや否や、老人がまたやってきて一銭くれと言った。金なんか持ったことはない。と兵士は言った。だが飯ならやる。出来上がったらな。だが煮炊きするには焚き木がいる。焚き木を割ってきてくれ。それはできん。と老人は言った。できないなら教えてやる。と兵士は言った。一緒に焚き木小屋に来い。焚き木小屋で重い丸太を引きずり出すと、割れ目を入れてくさびを打ち込み、割れ目を広げた。さあ、寝そべって割れ目の中をまっすぐ覗くんだ。そうすれば焚き木の割り方がわかる。と兵士は言った。その間に俺が斧の使い方を見せてやる。老人はうかつにも言われた通りにした。寝そべって丸太の割れ目をじっと覗いた。兵士は老人のひげが割れ目にしっかり入ったのを見ると、くさびを叩き出した。割れ目が閉じて老人のひげが挟まった。兵士は斧の柄で叩き始め、それから斧を頭の上で振り回して、姫たちの居場所を今すぐ白状しなければ頭を叩き割るぞと脅した。命を助けてくれ。助けてくれ。教えるから。と老人は言った。この家の東に大きな塚がある。てっぺんの芝を四角く切り出すと、下に大きな石板が見つかる。その下に深い穴があるから、そこを降りていけ。
そうすれば別の世界に着く。そこに姫たちがいる。ただし道は長くて暗くて、火の中も水の中も通っていくのだ。それを聞くと兵士は老人を離してやった。老人はあっという間に逃げていった。大尉と中尉が帰ってきて兵士が生きているのを見て驚いた。兵士は何があったかを一部始終話し、姫たちがどこにいるか、どうすれば見つけられるかを教えた。二人はもう見つけたも同然のように喜び、食事を済ませると、鴨とありったけの縄を持って三人で塚に向かった。老人が言った通りに芝を掘り出すと、下に大きな石板があった。三人がかりでやっと持ち上げられるほどの重さだった。それから深さを測り始めた。縄を2歩3本とつなぎ合わせたが、そこには届かなかった。とうとうありったけの縄を太いのも細いのも全部つなぎ合わせて、やっとそこに届いた。もちろん真っ先に降りたがったのは大尉だった。縄を引っ張ったらすぐに引き上げてくれ。と言った。道は暗くて気味が悪かったが、これ以上ひどくならなければ進もうと思った。ところが突然、氷のように冷たい水が耳の周りに吹き出した。大尉は死ぬほど怖くなって縄を引っ張った。次は中尉が試みたが、こちらもダメだった。冷水をくぐり抜けたかと思うと、足の下にボーボーと燃え盛る炎が口を開けていた。怖くなって引き返してしまった。兵士はカゴに乗り込むと、火も水もくぐり抜けて、まっすぐそこまで降りていった。あまりに真っ暗で自分の手も見えなかった。カゴから離れる勇気がなく、手探りでぐるぐる回った。やがて遥か遠くに夜明けのようなかすかな光が見えた。その方向に歩いていった。しばらく行くと、辺りが明るくなり始めた。やがて空に金色の太陽が昇り、周りのすべてがまるでおとぎの国のように明るく美しくなった。まず家畜の群れに出くわした。あまりに太っていて、遠くからでも川がテラテラ光って見えた。そこを過ぎると、立派な大きな宮殿があった。いくつもの部屋を通り抜けたが、誰にも会わなかった。やがて糸車の回る音が聞こえてきた。部屋に入ると、上の姫が座って銅の糸を紡いでいた。部屋の中のものはすべてピカピカに磨かれた銅だった。まあまあ、人間がここで何をしているの？と姫は言った。神様、あなたをお守りくださいまし。何しに来たの？あなたを自由にして山から連れ出しに来ました。と兵士は言った。お願い、ここにいてはダメ。トロルが帰ってきたらすぐ殺されてしまう。あいつは首が3つあるのよ。と姫は言った。 4つあったって怖くはないさ。と兵士は言った。ここまで来たからにはここにいる。そこまで言うなら、なんとか手を考えましょう。と姫は言った。姫は兵士に玄関にある大きな醸造桶の後ろに隠れるように言った。その間に姫がトロルを迎えて頭をかいてやり、眠らせる。私が外に出て鶏を呼んだら、急いで入ってきてちょうだい。と姫は言った。でもまずテーブルの上にある剣を触れるかどうか試してみて。いや、重すぎて持ち上げることもできなかった。戸口の後ろにかかっている角杯から元気の出る一口を飲むと、やっと動かせるようになった。もう一口飲むと持ち上げられた。最後にぐいっと大きく飲むと、剣を羽のように軽々と振り回せた。突然トロルが帰ってきた。あまりに重い足取りで歩くので宮殿が揺れた。うげえうげえ。人間の血と肉の匂いがするぞ。とトロルは言った。と姫は答えた。さっきカラスが飛んできて人間の骨をくわえていたのだけれど、煙突から落としたの。急いで取り出したけれど、まだ匂いが残っているのでしょう。そうか。とトロルは言った。こっちへ来て横になりなさいな。頭をかいてあげる。と姫は言った。目が覚める頃には匂いも消えるわ。トロルは喜んで横になり、間もなく眠り込んでいびきをかけ始めた。ぐっすり眠ったのを確かめると、姫は頭の下に踏み台やクッションを入れて、鶏を呼びに行った。兵士が剣を持って忍び込み、人たちで3つの首をすべて切り落とした。姫はこの上なく喜んで、兵士と一緒に妹たちのところへ向かった。まず中庭を横切り、長い長い部屋をいくつも抜けて、大きな扉の前に出た。ここに入って。妹はここにいるわ。と姫は言った。扉を開けると、そこは大きな広間で、何もかも純銀でできていた。真ん中の姫が銀の糸車の前に座っていた。まあまあ、ここで何をしているの？と真ん中の姫は言った。トロルからあなたを助けに来ました。と兵士は言った。お願い、いてはダメ、逃げて。と姫は言った。
あいつに見つかったらすぐ殺されるわ。それはまずいな。でも俺が先に奴を片付ければ問題ない。と兵士は言った。どうしてもいるなら、と姫は言った。玄関の大きな彫像桶の後ろに隠れて、鶏を呼ぶ声が聞こえたら、急いで来てちょうだい。まずテーブルの上のトロルの剣を触れるか試さなければならなかった。前のより大きくて重い、動かすこともできなかった。角杯から3口飲むとやっと持ち上げられ、さらに3口飲むとのし棒のように軽々と扱えるようになった。間もなくものすごい地鳴りが聞こえてきた。恐ろしいほどの轟だった。するとすぐに首が6つあるトロルが入ってきた。うげえ、うげえ。と戸口に花を入れるなり言った。人間の血と骨の匂いがするぞ。聞いてちょうだい。さっきカラスが飛んできて、人間のももの骨を煙突に落としたの。と姫は言った。投げ出したのにカラスがまた持ってきて、やっと追い払って急いで片付けたのだけれど、まだ匂いが残っているのでしょう。ああ、匂いがするとも。とトロルは言った。けれども疲れていたので姫の膝に頭を乗せた。姫が書いてやると6つの首がすべていびきをかき始めた。それから鶏を呼ぶと兵士がやってきて、キャベツの茎を切るように6つの首をすべて切り落とした。真ん中の姫も上の姫に負けず喜んだのは言うまでもない。踊ったり歌ったりしたが、その最中に末の妹のことを思い出した。兵士と一緒に大きな中庭を横切り、いくつもの部屋を抜けて金の広間にたどり着いた。末の姫が金の糸車の前に座って金の糸を紡いでいた。天井から床まで部屋中がキラキラと輝いて、眩しくて目が痛くなるほどだった。あなたも私もお守りくださいまし。ここで何をしているの？と姫は言った。逃げて。でないとトロルに2人とも殺されるわ。1人でも2人でも同じことさ。と兵士は答えた。姫は泣いて懇願したが、どうにもならなかった。兵士はどうしても残るのだ。仕方がないので、玄関のテーブルの上にあるトロルの剣を使えるか試すことにした。けれどもやっと動かせるだけだった。前の2本よりさらに大きくて重い。壁から角杯を取り下ろして3口飲んだが、まだやっと動かせるだけだった。さらに3口飲むと持ち上げられるようになり、さらに3口飲むと羽のように軽々と触れるようになった。姫は兵士と打ち合わせた。姉たちと同じようにする。トロルがぐっすり眠ったら鶏を呼ぶから、急いで来てトロルを片付けてほしい、と。突然、壁も屋根も崩れ落ちるかと思うような雷鳴のような轟が聞こえた。うげえ、うげえ。人間の血と骨の匂いがするぞ。とトロルは9つの花をクンクンさせながら言った。まあ聞いてちょうだい。さっきカラスが飛んできて人間の骨を煙突に落としたの。投げ出したのにカラスがまた持ってきて、しばらくその繰り返しだったの。やっと埋めて吐いて片付けたけれど、まだ匂いが残っているのでしょう。ああ、匂いがするとも。とトロルは言った。こっちへ来て膝に頭を乗せなさいな。書いてあげる。と姫は言った。目が覚める頃には匂いも消えるわ。トロルは横になり、盛大にいびきをかき始めると、姫は頭の下に踏み台やクッションを入れて抜け出し、鶏を呼んだ。兵士が靴下だけの足で忍び込んで、人たちでトロルの首を8つ切り落とした。けれども剣が短くて届かなかった。9つ目の首が目を覚まして吠え始めた。うげえ、うげえ。人間の匂いだ。ああ、ここにいるぞ。と兵士は答え、トロルが起き上がって掴みかかる前にもう一立ち浴びせて、最後の首も床に転がした。3人の姫は、もうトロルの頭をかいてやらなくて済むのだから、どれほど喜んだか想像がつくだろう。自分たちを助けてくれた兵士に、どんなに尽くしても足りなかった。末の姫は金の指輪を外して兵士の髪に結びつけた。それから3人は金銀を担げるだけ持って帰路に着いた。縄を引くと、タイと注意が姫たちを一人ずつ引き上げた。けれども3人とも上に着くと、兵士は姫たちより先に上がらなかったのは迂闊だったと思った。あの2人をあまり信用していなかったのだ。まず試してみようと、カゴに金の塊を重く入れて自分はカゴから離れた。カゴが半分ほど上がったところで2人は縄を切った。金の塊がどんとそこに落ちて、かけらが兵士の耳元に飛び散った。これであいつはおしまいだ。と2人は言い、姫たちに自分たちがトロルから救ったのだと言わなければ殺すと脅した。姫たちは仕方なく承知した。とりわけ末の姫は嫌がったが、命は大切だった。力の強い2人に逆らえなかったのだ。
大尉と中尉が姫たちを連れて帰ると、城は大喜びだった。王様は嬉しくてどうしていいかわからないほどで、とっておきの葡萄酒を出して2人の将校を歓迎した。これまでもてなされたことがなかった2人だが、この日はこれ以上ないほどもてなされた。2人は一日中威張り散らして歩いた。もうすぐ王様の婿になるのだから。3人の姫のうち好きな姫をもらい、王国を半分ずつもらう取り決めだった。2人とも末の姫が欲しかったが、どんなに頼んでも脅しても末の姫はどちらの話も聞こうとしなかった。2人は王様に12人の番兵をつけて末の姫を見張らせてほしいと頼んだ。山にいた時からひどく塞ぎ込んでいて、自分から命を絶つかもしれないと。王様はそうさせた。番兵たちに末の姫をよく見張って、どこへ行こうと立とうとついていくように命じた。こうして上の2人の姫の婚礼の支度が始まった。前代未聞の盛大な婚礼にするのだと言って、醸造に焼きなしにと屠殺にとキリがなかった。その間、兵士は地下の世界をあてもなくさまよっていた。もう人の顔も太陽の光も二度と見られないのかと思うと辛かった。けれども何かしなければと思い、何日もの間部屋から部屋へ回っては引き出しや戸棚を開け、棚の上の立派なものを調べて回った。とうとうテーブルの引き出しの中に金の鍵を一つ見つけた。ありとあらゆる錠前に試してみたが、合うものがなかった。やっとベッドの上の小さな戸棚に鍵が合い、中から古びた錆びた笛が出てきた。音が出るかな。と思って口に当てて吹いた。吹いた途端、四方八方からビュービューブンブンと音がして、空を覆い尽くすほどの鳥の大群がやってきて、止まった野原が黒くなるほどだった。ご主人様、今日のご用は何でしょう？と鳥たちは聞いた。もし自分がお前たちの主人なら、地上に戻る方法を知らないか教えてほしいのだ。いえ、誰も知りません。でもお母様がまだ来ていません。と鳥たちは言った。お母様にわからなければ誰にもわかりません。兵士がもう一度笛を吹くと、遥か遠くで翼をはためかせる音が聞こえ、やがて風が吹き始めて、家と家の間を干し草の束のように吹き飛ばされた。しがらみにしがみつかなければ吹き飛ばされるところだった。それから大きな橋が降りてきた。想像もつかないほど大きかった。ずいぶん勢いよく来るんだな。と兵士は言った。吹くように来るのさ。とわしは答えた。兵士はこの世界から出る方法を知らないか聞いた。ここから出るには飛ぶしかないよ。とわしは言った。でも牛を12頭ほふって食べさせてくれたらやってみよう。ナイフは持っているかい？ナイフはないが剣がある。と兵士は言った。わしが12頭の牛を平らげると、もう一頭、旅の道中の食料にほふれと言った。私が口を当てるたびに素早く肉を放り込んでくれ。とわしは言った。でないと地上まで運べないからね。兵士は言われた通りにした。大きな肉袋を2つわしの首にかけ、自分は羽の間に座った。わしは翼をはためかせて飛び立ち、風のように空を飛んだ。兵士はしがみついているのがやっとで、わしが口を開けるたびに肉を放り込むのも一苦労だった。やがて夜が明け始めたが、その頃にはわしもすっかり疲れて翼がだんだん弱ってきた。兵士は準備していた。最後の後ろ足を掴んで放り込むと、わしは力を取り戻して地上まで運んでくれた。大きな松の木のてっぺんでしばらく休んでからまた飛び立った。稲妻がピカピカと光るほどの速さで海を越え陸を越えていった。城の近くで兵士は降りて、わしは帰っていった。サリサイにいつでも必要な時には笛を吹けばすぐ来ると言った。その間に城では万事と整い、大尉と中尉が上の2人の姫と結婚する日が近づいていた。けれども上の2人の姫も杖の姫に負けず暗い顔をしていた。泣いたり嘆いたりしない日はなく、婚礼の日が近づくほど悲しみは深まった。一体どうしたのだ？助け出されて自由の身になって、もうすぐ結婚するというのになぜ喜ばないのか。青い山で遊んでいたチェッカーの駒がなければ、もう二度と幸せにはなれません。そのくらいのことは何とかなるだろう、と王様は思い、国中の腕利きの金細工師をみんな呼び寄せて、姫たちのためにチェッカーの駒を作らせた。けれどもどんなにやっても作れる者は誰もいなかった。金細工師がみんな城に来たが、一人だけ来ていなかった。もう何年も本格的な仕事をしていないヨボヨボの老人で、ちょこちょこ小さな仕事をしてかろうじて食いつないでいた。兵士はこの老人のところへ行って弟子にしてくれと頼んだ。老人は大喜びだった。弟子など何年も取ったことがなかったのだ。箱からフラスコを取り出し、兵士と一緒に飲み始めた。そのうち酒が頭に回り始めた。兵士はそれを見て、城に行って姫たちのチェッカーの駒を作るというように焚きつけた。喜んで引き受けるとも、
もっと立派なものを作ったことだってあるんだから。わしの娘たちが欲しがっているチェッカーの駒を作れるというのは本当か？と王様は聞いた。はい、嘘じゃありません。と金細工師は言った。向け合いますと。よし、と王様は言った。これが材料の金だ。だが作れなければ命をもらうぞ。自分から名乗り出たのだからな。3日以内に仕上げろ。翌朝、酔いが覚めた金細工師は自信がなくなった。泣いてわめいて、酔っ払っている間にこんなことに巻き込んだ弟子を怒鳴りつけた。いっそ自分で命を絶った方がましだ。腕利きの金細工師にもできなかったものが自分に作れるわけがないと言った。心配いりませんよ。と兵士は言った。金を渡してくれればちゃんと間に合わせます。ただし仕事部屋を一つもらえなければ困りますが。それはもらえた。おまけに感謝までされた。時間が経っても兵士は何もせずブラブラしていた。金細工師はイライラしていい加減仕事にかかれと文句を言った。心配しなさんな。と兵士は言った。時間はたっぷりある。俺の約束が気に入らなければ自分で作ったらどうだ。次の日もその次の日も同じだった。最後の日になっても兵士の部屋から金槌もヤスリの音もしないので、金細工師はもう観念した。もう命を助かると思う方が無駄だと。ところが夜になると兵士は窓を開けて笛を吹いた。わしがやってきて何がいると聞いた。青い山で姫たちが遊んでいた金のチェッカーの駒だ。と兵士は言った。だがまず腹ごしらえだろう。あそこの干し草置き場に牛の枝肉を2つ用意してある。食べてくれ。わしが食べ終えると休む間もなく飛んでいき、日の出よりずっと前にチェッカーの駒を持って戻ってきた。兵士はそれをベッドの下に入れて眠りについた。翌朝早く、金細工師が戸を叩いた。また何の用だ？と兵士は言った。昼間は散々うろうろするくせに、寝ている時くらい静かにしてくれ。ここの弟子はやっていられないな。頼んでもすがっても今度はダメだった。金細工師はどうしても入りたがり、やっと入れてもらえた。そしてもちろん、泣き言はたちまち終わった。けれども金細工師以上に喜んだのは姫たちだった。チェッカーの駒を持って城に上がると、末の姫が一番喜んだ。ご自分で作ったのですか？と姫は聞いた。正直に申しますと、わしではありません。と金細工師は言った。弟子が作ったのです。その弟子に会いたいわ。と姫は言った。三人とも会いたなった。命が惜しければ来いと。女だろうとお偉方だろうと怖くはない。俺のボロ服姿を見て楽しいならいくらでもお目にかかりますよ。